2045年、東京、朝7時、あなたは目を覚まします。でも、会社に行く準備はしません。着替えもしません。通勤電車にも乗りません。なぜなら、あなたには、職場がないからです。いえ、正確に言えば、あなたの仕事そのものが消えたのです。これは、遠い未来の話ではありません。今から20年後、あなたの子供や孫が生きる世界の話です。信じられますか？日本の労働者の約半数が、今とは全く違う形で生きているとも言われています。では、一体何が起きたのでしょうか？今日は、2045年に向かって日本で静かに始まっている、労働革命を、一緒に見ていきましょう。1800年、世界を震撼させた出来事がありました。イギリスで蒸気機関が工場に普及し始めたのです。それまで人の手でやっていた作業が機械に置き換わりました。職人たちは仕事を奪われると恐れ、各地で機械を壊す運動が起きました。でも、結果はどうだったか、新しい産業が生まれ、むしろ仕事の種類は増えました。人間は適応したのです。では2045年はどうでしょう？今回の変化は、蒸気機関の日ではないとも言われています。なぜなら今度は、頭脳労働そのものが機械に置き換わろうとしているからです。体を動かす仕事だけではありません。書類を作る仕事、判断を下す仕事、人に説明する仕事、そのすべてが対象になっています。少し数字で想像してみてください。経済協力開発機構、いわゆる先進国の集まりの試算によれば、現在の仕事の約 35% が自動化のリスクにさらされているとも言われています。日本は特に深刻です。高齢化で労働力が減り、同時に技術が急速に進んでいます。つまり、日本は人が減ると機械が増えるが同時に起きているのです。あなたが今やっている仕事を思い浮かべてみてください。書類の整理、データの入力、メールの返信、これらはすでにかなりの部分が機械に任せられる段階に来ています。怖くなってきましたか？でも、話はここで終わりません。実は変化はもうすでに始まっています。2025年現在、日本の多くの企業で文書を読んで要約する仕事が自動化されました。法律事務所では契約書のチェックを機械が行うようになりました。銀行の窓口業務はピーク時より大幅に減っています。あなたの身近でも気づかないうちに変化が起きているはずです。スーパーのレジが自動になったのを覚えていますか？最初は使いにくいと感じた人も多かった。でも今は慣れてしまっている。人間は驚くほど変化になれる生き物です。そして2045年に向けてこの変化のスピードは加速し続けています。ある研究では技術の進歩は直線的ではなく指数関数的に加速すると示されています。つまり10年後の変化は過去10年の比にならないということです。では2045年に消える仕事は何でしょうか？まず定型的な事務作業はほぼ消えると見られています。次に単純な運転業務、自動で動く車や運搬機器が普及すれば配達や輸送の仕事は大きく変わります。一般的な会計や税務申告の代行も機械が担う可能性が高いとも言われています。ここで少し立ち止まって考えてみてください。今の日本で最も人数が多い職業の一つは何だと思いますか？それは事務員です。つまり影響を受ける人の数は決して少なくない。あなたの職場にも事務の仕事をしている人がいるはずです。その人たちの仕事が消えるかもしれないのです。でも同時に新しい仕事も生まれます。機械の動きを監視する仕事、機械が出した答えを人間の言葉で説明する仕事、機械には難しい感情に寄り添う仕事、介護、教育、芸術の分野は人間ならではの力が求められ続けるとも言われています。では少し明るい未来を想像してみましょう。2045年のある朝、あなたの孫は自宅のデスクに座ります。画面の前で地球の反対側の企業と打ち合わせをします。言語の壁はありません。自動でそれぞれの言葉に訳されます。午後は自分のペースで作業をして、夕方は好きな活動に使います。週に働く日数は今より少ないかもしれません。週3日働けば十分な収入が得られる社会という議論もすでにいくつかの国で始まっています。フィンランドやアイスランドなどでは労働時間を短縮する実験が行われ、生産性が落ちなかったという結果が出ています。もっと働けば豊かになるという考え方が根本から変わるかもしれません。それは怖いことでしょうか？それとも解放されることでしょうか？ただし、すべての人にバラ色の未来が来るわけではありません。
変化についていけない人、新しい技術を学べない環境にいる人は置き去りにされるリスクがあります。特に心配されているのは中高年の労働者です。今の50代、60代の方々は定年まであと10年から20年あります。その間に仕事の形が激変する可能性がある。また、地方と都市の格差も広がるとも言われています。最新の技術が集まるのはまず大都市です。地方では取り残されるリスクが高いのです。あなた自身、あるいはあなたの親はこの変化に対応できていますか？少しだけ背筋が冷たくなる問いかけかもしれません。一方で、日本には独自の強みもあります。日本の職人気質、細部への丁寧さ、品質へのこだわり、これらは機械が簡単に真似できるものではないとも言われています。また、少子高齢化が進む日本は、介護や医療の分野で世界最先端の課題を抱えています。それは同時に、世界で最初に解決策を生み出せる可能性でもあります。日本が高齢者向けの支援技術で世界をリードするという未来も十分に考えられます。課題が多い国が解決策も多く持つ歴史を振り返れば、そういう例はいくつもあります。2045年まであと20年です。あなたが今30歳なら50歳になる頃の話、あなたが今40歳なら定年を迎える頃の話、あなたの子供や孫は今とは全く違う世界で働いているかもしれません。でも、歴史を見れば、人間はいつも変化を乗り越えてきました。蒸気機関の時も、電気が普及した時も、インターネットが生まれた時も、最初は恐れ、戸惑い、それでも適応してきた2045年の労働革命も、きっと同じです。怖いのは変化ではなく、変化に気づかないことです。今日この動画を見たあなたは、すでに一歩先を歩いています。歴史の扉は、あなたの目の前にあります。今回の動画はいかがでしたか？面白いと感じていただけた方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。皆さんの応援が、次の動画を作る大きな力になります。また次の動画でお会いしましょう。